ないないどこにもないない。然后他们在一块儿。どうした二階堂？朝起きたら義手がどこにもないのです。誰かが隠したんじゃないのか？いつもあれで。另一只手现在非常的敏锐了。上院からで探しましょうか。お願いします。好乖啊，二阶堂，好久没见他了。ホイトニシパの方角から強く感じます。真是他。驚いた。なんでわかったんだ。不思議だ。私でも李登太幼稚了。すごいんだぞ月島。なんでもズワズワ当ててくる。怖いくらいだ。何噛んでるんですかそれ。魔除けの生け間のね。1本1円20銭。おい。骗的就是他这种。全然信じておらんな。疑うなら試しにお前も見てもらったらどうだ。結構です。見て差し上げましょうか月島ニシパ。見つからないものとか探しているものはありませんか？别这样，别这样。俺を手なずけようなんて思うなよ。北海道へ帰ってきてるはずの谷垣ニシパがここに来れないのは私が人質だからですか？あれ、お箸が出てこない。何か中に詰まっている。あ、羊羹だ。我只能说不愧是李登，就这种事情真的只有他能做得出来，完全就是不会 OOC。俺は杉本佐一を殺せるような冷血感ではない。そもそも頭を撃たれても死なない奴を殺せるのか。殺せたとしてアシリパが言うことを聞くはずがない。いや、鶴見中尉は情報を聞き出すためなら。谷垣看得很轻啊，还会伤害祖母。希望幸运之神能够降临在他们这边吧。そのお腹の神秘的な曲線はあなたを食べても私には作り出せない。インカラマスさんを見てると妊婦だった母を思い出す。私はね、一模一样。他追寻的お腹の膨らんでいた母も很私の中で成功了。完璧だったし、赤ん坊を抱いた母はきっと聖母のように完璧になるんだろうなって。恋母情で节。も階段で足を滑らせ流産してしまった。别流产。私、インからマッサンが産むのを手伝いたい。はい、喜んで。家永さんは命の恩人ですから。じゃあ胎盤はちょうだいね。哦不，あれは栄養があるらしいから。他要是早点生出来的话，至少英卡玛他自己本身就行动会稍微便捷一点点吧。真的来见了。来てくれると分かっていました。好温柔啊。インカラマがどこへ移されたか。あの病院の関係者に聞けば、俺が来たことを鶴見中尉に伝えられてしまうだろう。インカラマを危険にさらしてまで探し出すべきじゃないのは分かっている。彼女を連れて逃げたいというのはやはり。哇，那风险很高啊！怎么他也被骗了？生け物ね。病院の周りをうろうろとして伺うお尻とおっぱいがムッチムチで毛深いクマちゃんみたいなスケベな男。谷
谷垣さんね。私、形容Tanigaki的，我真服了。インカルマスさんからこの絵はがきをスケベクマちゃんに渡すよう頼まれてるわ。英卡勒玛也想让他去找他，一起走吧，别出意外。アシーバを淵の元へ返す役目は失敗した。役に立たない俺は逃げる道しかない。でもせめてお前と生まれてくる子のそばにいたかった。危険を冒しても。私がここへ来太有てほしいと担当了。絵はがきを送ったのだから覚悟はできてます。見張りの月島軍曹は風呂に行った。長風呂の男だが急いで支度を。他这是洗完了还是没去洗啊？真别出意外。秒を打った軍歌の足音。2階から。完了，肯定要发现了。哎呀，完了呀！月岛还是太厉害了。哦，别这样，加油！要笑起来了，家勇死了吗？時間は動けません。できるだけ遠くへ。私のように利己的な凶悪犯がどうしてデカをインカルマスさんはこれから完璧完美的母亲。どうか見逃さないで。兄貴さん。イエスマさん。行こう。这也太突然了！立灯，行け。立あの恋と灯少尉が一体どうしたんだろう。彼が動けない間、よく占いをして過ごしたので見逃してくれたのかも。立灯不是那样的許すはず人が，ない。因为毕竟他已经知道了他曾经的那场事故。大丈夫かインカラマ。寒くないか。どうした。不会要生了吧？完了！急ぎすぎた。町の外れまで逃げてこれたし、あの廃屋でしばらく休もう。待ってろ、すぐに火を起こすからな。谷垣西パ、頭から血が。これでいい。もう少しだけ休んだら出発しよう。真的能逃得掉吗？血迹不能让他们追踪到。
月岛。インカラマ、裏から外へ。急げ、急げ。大丈夫か、インカラマ。朝だ。でもこっちに小銃があればうかつに近づけない。山を逃げればなんとか負ける。俺の方が山は慣れてる。どうした？追っ手が。発水したみたいです。真的要生了。世話になったのにすまん。許せ。这咋办呀？哎呦，月岛，我求求你了！馬の結婚を負わされたか。頑張れ、インカラマ。辛抱してくれ。大丈夫だ。俺がついてるから頑張れ。全部うまくいく。别这样对他们好吗？太好了，至少终于见到夫妻了，真的是过了好久了。第一師団の兵士がこの村を見張っているだろう。大丈夫。その兵隊さんは毎晩うちの人が酒飲ませてて、おそばに顔を向けて昼まで絶対起きないから。フチは何を？男か女か触って調べてるのよ。这也能摸出来？女だったら仰向けに出してあげないと長生きしないと言われてるの。腹の上から触っただけでわかるのか？骨盤の大きさからわかるらしいわ。それでも名人芸だけど、首の後ろにいる月神が教えてくれるんだと。フチは19歳の頃からおっさんを助けてる百戦錬磨のイコインからは取り上げ女なのよ。アシリパだってフチが取り上げたんだから。肯定没问题的よ。し、インカラマはフチたちに任せる。月島軍曹はこのコタンのことを知っている。きっとここに逃げたと気がついて追ってくるはず。山で迎え撃つ。ダメです、谷垣ニシパ。戦わないで。必ず戻る。俺は不死身だ。あなたは不死身じゃありません。逃げて。别呀！何？やめて。俺だけ殺せ。インカラマやフチたちには何もするな。谷垣一等卒、お前はずっと前に選択を間違った。タイに戻らずその女や老婆に出会った時から。哦，李登。もういい、月島。やめろ。谷垣たちが無事に逃げられるか私をつけてたんですか？その二人を殺したところで何になる？对呀。谷垣に頼るのがアシリパを見つける唯一の方法ではないだろう。逃げたい者は。而且他又不可能真的对付山原，对付了山原，阿西帕也不可能就从了他们。邪魔をするなら殺すと言ったでしょ。あなたも鶴見中尉を裏切ったということでいいですか？恋と勝尉殿はどっちですか？
親子ともども利用されたことで鶴見中尉殿に不信感を抱く造反組ですか。他至少知道什么是正确的。これは上官命令だ。私は鶴見中尉殿と月島軍曹を最後まで見届ける覚悟。他还是忠诚的，但是他明。お前は鶴見中尉殿の行く道の途中でみんなが救われるなら別にいいと言ったら、私も同意見だ。そのために私や父が利用されていたとしてもそれは構わない。ただ私は鶴見中尉殿に本当の目的があるのなら見定めたい。もしその先に納得する正義が一つもないのならば、後悔と罪悪感に苛まれるだろう。だからこそ我々はあの二人だけは殺してはいけない。私にはもう遅い。李登、たくさん殺してきた。江都杯。利用して死なせてしまった者もいる。まだ遅くない。本当に大切だったものを諦めて捨ててきました。私は自分の仕事。他已经走上了一条不归路，他无法再回头了。但是李登也在帮他，李登也在帮月岛。他要帮他去占卜他。いいから。もう生まれちゃうわ。みんなで手伝って。あんたはお湯をたくさん沸かして、あんたは近くで藁をたくさん集めてきて、あんたはこの子見てて。あんたたち、これも他の家から集めてきて。野屋ハム、よもぎの葉から作った綿よ。脱脂麺より止血にいいの。ラスパカップをお湯に浸して消毒液になるのよ。参道に塗れば滑りも良くなるの。このタルを上の針に吊るして、これを掴んで踏ん張るのよ。藁は上の左側に敷いてボロ布をかぶせて、そこで産むから。うわりかむいピリカのエンテク様え分岐で焼くん。ピリカヌワハプルヌワキはカムイキリタエポンペサンケクスネナ。あんたたち中に入って。ウスを土間に運びなさい。ニスホリピレよ。ウスオドラセという難産のおまじないよ。もっと転がしなさい。もっともっと。フチは橋の裏で綿を挟み妊婦の肛門を押さえる。アイヌが便出中に性別によって胎児を回転させて引き寄せる技をケマコキルと言った。还好顺利了。よく頑張ってくれたな。いいんかな。抱いてあげてください。谷垣西パ。哦，我太为他们感到高兴了。それはそのの残りです。娘がおい起きろ。鶴見中尉殿には黙っておいてやる。1週間ほど町で過ごして頭を冷やしてこい。これまで通り問題なしで報告し続けるように。ありがとうございます、小糸少尉殿。啊，他们也元気だったか。距离他们分开已经过了很久了。小糸少尉殿、あれは本心だったのですか。それともあの場をごまかそうとしたのですか。僕
どちらとでも好きに取れ。ただ私は鶴見中尉殿が皆を犠牲に己の他要亲自去确认。あるいは権力欲を満たしたいだけのくだらない目的を持つ人間とは到底思えないのだ。あの人の本当の目的、お前は心当たりが一つもないのか？李登是个好孩子。そんなものはないかもしれません。嘘偽りなく戦友たちへの弔い。还夹杂着他对妻儿死去的恨吧。指の骨を見たことがありますか？誰の指の骨？妻儿的吧。関係ないかもしれません。同胞のために神明をとして戦う。それが軍人の本懐だ。そうだろ月島。お前の鶴見中尉殿に対する姿勢は健康的ではない。私は特别好，我真的太为Tanigaki他们三个就是高兴了嘛，没有太多的意外发生，他们也平安的走掉了。我觉得就是接下来一定能过上Tanigaki想要的平凡的生活吧，他们真的太幸福了。虽然这集我真的很着急，我真的很怕月岛把他们谁给干掉了，但是真的就是看到在产房外月岛他当时说出那个姑娘的时候，那一瞬间的眼神也是还是刺痛到我了吧，我也还是很心疼他。而李登真的是太令人刮目相看了，但同时又是意料之中吧。我觉得从他小的时候哥哥去世了，他成了家里的这个就是希望之星吧，然后他虽然被很多人瞧不起，觉得他只是一个小少爷做派，但心中仍有一个很大的抱负。我觉得就是他一直以来就是这样一个人，他有着自己心中要去坚守的正义，他一直也是有着对于是非对错的一个判断嘛。我真的觉得就是李登和月岛之间的这个关系也越来越有趣吧。李登他是有着良知的吧，他知道自己不能做到如此残忍的事情，更是看不得就是用一条还未出生的生命去作为这种工具的残酷。虽然他对贺建也是近乎盲目的一种崇拜，但是他对于就是心中的好是有一份坚守的。虽然他知道贺建为了利用到他和他爸就是演了那么一场戏，但是其实本质上他并没有说因此就不去服从贺建，或者说就不忠于他了。也像他这集说到的吧，他对于贺建是保持一种比较乐观的一种态度，他不相信贺建是一个就是只是为了去渴求权力的无聊之人，他要去亲自认证到底是什么才是他的目标。月岛呢，他其实已经走上了一条不归路，他已经无法回头了，他已经利用了很多人的死了。现在的 Tanigaki 只不过是另外一个背叛者而已吧。他心中闪过一丝不忍心，只能这样硬着头皮去追杀，因为这些使命是他唯一的价值，并且他一旦停下，他赖以生存的这些意义可能也会崩塌吧。不能说他完全就是冷血或怎样，但是他早就已经被自己无价值性就是捆绑住了吧，他无法挣脱这种枷锁了，成为了贺建这样一个工具，他就要心甘情愿的做到底。但是当他们最后讨论到贺建的最终目的的线索的时候，月岛也是想到了贺建他在桌子上收藏的那2个桎梏，一大一小，我觉得应该就是一个是他妻子的遗骸，一个是他孩子的遗骸。贺建的一切疯狂里一定是夹杂着他的私仇的。
而且其实我也很为月岛庆幸，就是他身边有李登这样一个，我觉得多少也是有在拉他一把，有一种救赎的感觉吧。特别喜欢李登对月岛说的：“你跟着我就好了，相信我。”贺建不是单一的一个锚点吧，其实也相当于对月岛说，就是跟着我，你依旧也有价值吧。我也很喜欢，就是他把照片剪成他和月岛合二为一的那种感觉。他不仅仅是贺建的一枚棋子，他也是李登非常在意重视的并肩作战的同胞。月岛也自己说自己已经放弃了很多的东西，甚至放弃了他最珍贵的东西事物，自己也已经放弃了自我救赎的机会，甚至放下了这个人性的底线。他早已经双手沾满鲜血，然后成为一个工具。所以即使他当时面对英卡拉玛露出那一副就是从未见过的神情，说出那个女孩的时候，我还是非常心疼他的。但是最终呢，他也没有让英卡拉玛说出他占卜的那个景象。毕竟我觉得月岛他很清醒的沉沦了吧，他非常清醒的明白这是他自己选择的一条道路，他也不希望再去知道那些，知道了他可能也不敢信，就是他怕这个结果，占卜的结果会戳破他最后的幻想吧。家勇这下也是彻底下线了吧，就是为了救英卡拉玛他们。我觉得他的这个牺牲也是圆满了一个，守护了一个新生的诞生吧。他自己没有迎来一个完整的家庭，没有感受到最完整的母爱。到了他人生的尽头，他为了另一个孩子的诞生放弃了自己的生命。我觉得这对他来说也是一个很沉重又温柔的收尾吧。从最开始看到英卡拉玛，然后再到他和塔尼嘎 K 有了这种亲密的互动，就是这真的是这部剧里面应该算是为数不多的男女 CP 了。看到他们能终成眷属还是非常开心的，尤其到了这种生死关头，他们还是不顾自己的安危，要去保护去拯救彼此。英卡拉玛马上都要生产了，在看到塔尼嘎 K 被就是月岛一脚踹过来的时候，马上还是奋不顾身的要去挡到他前面，真的是让人看的就是非常的揪心。其实最后在月岛脑海中，贺建那个非常就是孤寂的背影，然后这样子去把玩着他的那两个指骨，也让我看得很心碎。这一期视频就先说到这儿吧，我们下次再见啦，拜拜。